はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月前半の星の動きとタロットリーディングを通して今どんなエネルギーがあるのかを解説させていただきます。その中でね、何か気づきが起こって皆さんが素直にシンプルに抵抗なくやりたい方向に動いていけるような何かヒントになったらいいなと思います。よろしくお願いします。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ラバーズ逆、ワンドキング、そして、ソードのナイト、ペンタクルスの7、そしてソードのキング、フール、カップのクイーン逆ですね。気をつけることや対策が、ペンタクルスのエース逆とカップの3逆とオラクルはじゃん、女教皇の逆ですね。はい、わかりました。ちょっと解説していきます。いつも本当にたくさんのコメントありがとうございます。とても楽しく拝見していますし、皆さん一人一人に、応援の気持ちを思いながらポチポチさせていただいております。はい、まず4月ですが、全体的にはね、4月っていうのはすごく勢いが出てきます。動きが出てきます。特に中旬を過ぎた頃から動きが速くなるなと思います。で、この流れを水亀座さんはやっぱり風を後ろから追い風のように感じて、非常に動きやすくなるタイミングなんです。で、一つは3月31日から金星というね、社交性とか愛情とかお金とか優しさっていうものを司る惑星が水亀座さんにとっては自分の家の中に入ってくるみたいな意識の中に入ってくるっていう動きがあるので、ちょっとホッとするとか、もうちょっと落ち着いていいんだとか、なんだか自分の中に本当に安心する空間っていうのかな、そういうのができそうな気がします。これをしてる時は楽しい、幸せとか、自分の家に帰ってほっとする時間とか、なんかそういう感じで落ち着く時間っていうものがちゃんと取れるような気がします。で、そしてですね、もう一つ4月のね10日から火星というバイタリティですね。これは戦っていく力とか突き進む力とか、そういったエネルギーを司る火星がお羊座に入ることによって、本当に水亀座さんは今まさに目の前に現れている課題をどうやってこなしていこうかっていう、そこをね打破する力が与えられているという感じです。とにかく今もう皆さん多分感じてらっしゃると思いますけども、なんかもうとにかく動きが来ているって感じじゃないですか。波が来てるっていうのかな、風が吹いてるとも言うし、波が来てるとも言うし、であわわわわみたいな、どうしようどうしようみたいな、そんな感じかもしれません。それがね、特に4月の10日からさらに強くなるっていうのがあるので、ちょっとここは対策を打ちましょうって感じがしますね。流れのままに流されるのではなく、自分でちゃんと主導権を握ってこの流れを生かしていくっていう風にしていただくと、とっても面白いサーフィンのような感じになりますので、うまく使えると思いますよ。そうですね、ちょっとカードで見た時にやっぱ入り口がラバーズの逆っていうカードが出ているので、ラバーズっていうのは嬉しいんです、楽しいんです。こんなこともあるの、こんなチャンスもあるのって言って嬉しいんだけど、ただちょっと一つに決めかねるというか、どのようにその自分が優先順位をつけてどれを選んでいけばいいかわからないとか、嬉しくてどれも嬉しくて選べないみたいな、そんな感じかもしれません。そして過去のところにもさっき言ったそのアクションというね、ソードのナイトの逆っていうのが出てるので、もうただただ必死にやってますみたいな感じがあって、素晴らしい行動力なんですよ。これは何か自分が決めてやっていくっていうのは、本当にそこにはもちろん恐れだって不安だってあると思いますけど、それを超えていく、もうとにかく目の前のことをやっていくっていうことで必死だったかもしれませんし、その動いた行動っていうのは必ずこの後に何かしらで着地できる材料になりますので、そこは安心してほしいんですけど、これまでの盲目にとにかくやるしかないんだみたいな感じで突き進んでいたとしたら、もう少し自分の中で計画的に理解しながら進んでいくようになるかもしれませんね。今現在のところでやっぱりペンタクスの7っていうのが出ていて、で確かにいろんなチャンスも来てるし、仕事の話もあるし、お金もなんとかやっていけるかなっていう感じあるんですけど、
何をどうしていいのかっていうことがちょっといっぱいいっぱいになってるかもしれませんね。で特にこのやっぱりアクション過去のところでねこれだけ必死にやってる割にあれ生活変わってないなとかあれ現実があんまり変わってないなっていう感じかもしれません。でもこれって本当にちょっとタイムラグがあるだけでやっぱりこうエネルギーを動かしたら動かした分だけちゃんと後でその結果っていうのがね出てくるわけです。そしてここからの流れなんですけれども、ここでやっぱりソードのキングというのが出ています。キング2枚も出てるんですね。今言われてるのは実はですねこれまでの生活を自分でリノベートしていくというかこうなんて言うんだろうな、もう一回ちゃんと整えてきれいにしていく、今の自分にふさわしい環境に整えていく力があるよっていうふうに言われてるんですね。でもそこを自分で見ないようにして本当にそれをこなす力が自分にあるのにただただ目の前のことに必死でこれをやらなくちゃいけないんだってバーって動いてるけど、待って待ってって自分にその力があるんだよっていうことをなんか忘れないでねって言われてる気がしたんです。そしてここからもまたキングっていうのが出てきてこの事態をしっかりとこなすにはもしくは自分が納得いく結果に収めるにはなんかもっと頭を使わなくちゃいけないとかもっとスマートにならなくちゃいけないとかもっとこう戦略を立てなければならないって思うかもしれないんですけど、いや待ってくださいみたいな、戦略考えなくていいですっていう感じもちょっとしています。なぜならば頭で損得で考えてこっちの方がいいんじゃないかいいんじゃないかってなったところでやっぱり事態は表層でしか動かせないっていう感じがあり、ここでもう一度素の自分に戻ろうっていう動きがあるんですね。ここでフールというカードが出ています。これとっても重要なメッセージでして、フールっていうのはゼロに戻すっていうのもあるんですけど、ゼロベースってめちゃくちゃ強いわけです。だってもう素材そのものだし自分のエネルギーそのものだし自分の命そのものの存在みたいな感じだから、頭であれこれ考えて戦略立ててこうバリア張ってみたいなそんないらないよっていうことなんですね。これはなんかそういう自分に戻っていくっていう感じがあるんです。なので先ほど言ったなんかこの流れに乗らなくちゃとかとりあえず今これやらなくちゃって言ってやってる、それもとても素晴らしいことなんですけど、自分の本当に価値を自分のエネルギーそのものっていうか命そのものの価値を忘れて何か目先のことだけやろうとするとどんどんなんか自分に対して厳しくなってしまうみたいな感じがあるんですね。もっとこれをしなくちゃいけない、もっとスマートに全てを把握して統合してなんかコントロールしていかなければならないみたいな感じがするかもしれないんですけど、いやいや大丈夫ですって、もうちょっと力抜いても大丈夫だし、もともとの自分の能力って減らないし自分の中に答えがあるからみたいな感じでしょうか。そしてここからねやっぱりすごく自分の感性でちゃんと答えを引き寄せていくみたいな動きがあります。この3月の前半っていうのは非常にこう動き確かにある時なんです。星で見ても風が吹いてるから後ろから。なので人とのやり取りコミュニケーション非常に活性していると思います。その中で感じることがあると思います。でその人とのやり取りの中で感じることって全てが自分を応援してくれてること応援してるように感じることじゃないかもしれませんが、でも実は応援なんです。これは全てが例えばちょっと違う意見を言われるとかで、そうなるとなんか反対されてるのかなとか自分がダメ出しされてるのかなっていう風な気持ちになるかもしれないですけど、その意見があるおかげで本当に大事なことに気がついたとか自分の本当の本質気がついたということもありえるので、単にこう妨害されてるとか否定されてるというふうに思わないでくださいね。あくまでも水亀座さんの中にある感性の中でちゃんと適したものを生み出していくためのなんかブレインストーミングみたいな感じです。このやり取りっていうのはね。なのでいろんな意見を聞いた方がいいし、またその聞くチャンスがあるっていう感じがします。このカップの3っていうのはいろんな人と集まって一緒にお祝いしているっていうことなんですけど、ただ一緒にお祝いするだけじゃなくってやっぱり何か
これから喜びをもっと増やしていくために、自分自身一人じゃなくていろんな人と増やしていくために話し合いをするみたいな感じがします。ただちょっと私から見ると逆位置なので、ここでもカップのねクイーン逆位置なので、何か少しナイーブになって、素直に他者からの意見っていうものを受け取りにくいのかなと思ったんです。でここでも言われてるんですけど、その本当の価値っていうのはそのままの形じゃないよみたいな感じなんです。何か今与えられてる情報だったりとか、人との関係だったりとか、今やってる努力だったりとか、それは全部それが複合的に重なって、これから自分で形にしていくものだから、最初からそれをポンって与えられるわけじゃないよっていうメッセージだなと思ったんです。なので本当に今入ってくる情報、人との関わり、感じてること、全部がめちゃくちゃ大事で、動いてることももちろん、それが後からね、なんていうの、ちゃんと水亀座さんにフィットした形で整えられていくからねっていう。なのでその前にその戦略だけで進めるっていうんじゃなくて、いろんな可能性というものをまだ保持しておいてくださいって感じがしました。なぜならばオラクルという一番大切なカードのところで女教皇の逆というのが出てるからです。女教皇っていうのはもう本当になんか宇宙のエネルギー読めますみたいな、そんな感じの女神と言われているんですけども、やっぱり白と黒とか陰と陽とか、いろんな相反するものっていうものを両方あって分かることがあるっていう感じでメッセージなんですね、これは。なので一つの方法だけじゃなくて、もしかしたらこっちの方法もいいかも、こっちの方法が実は自分にとっては正解だったかもみたいな、一見何か一つがなんかあれ違うのかなと思ったけど、こっちに行くための単なるお知らせだったんだみたいなことってよくあるじゃないですか。なんかそういうこと、そういう気づきがこの4月前半ってあるのかなって思いました。すごく途中で一回見直してるっていうかね、本来の自分に戻ってるっていうカードがあったので、ちゃんと戻れるような道があるんだなっていうふうに思いました。はい、ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のことを見てみますが、もし何かヒントになったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録で教えてください。はい、ちょっと仕事見てみますね。大事な時ですよね、今本当にね。カップの9、カップ7、ソードキングということで、いいですね。いろんな可能性が出てきてます。まだまだ出てきます。今からでも。まだから今、まだまだ今から出てきます。なので今ご自身が想定しているやり方だけじゃないっていうメッセージです。カップの7とかカップの9っていうのは本当に自分からいろんなものが湧き上がってきてて、わああれもいいなこれもいいなみたいな感じなんです。そして想定外の喜びがあるよっていうふうに言われてるんですが、まだそれを現実にするためのなんか術だったりとか方法だったりとか、そのプロセスっていうのがまだご自身では見えてないかもしれなくて、それに対してすごくしっかりとやらなくちゃって思ってる感じです。ここでもキングっていうのが出てきて、ソードのキングっていうのは本当に真正面から向き合ってきますみたいな真面目なカードなんですけど、若干やっぱりちゃんとしなくっちゃ意識が強いカードでもあるんですね、これって。なのでお仕事も本当にちゃんとしなくっちゃっていう意識なんですけど、ただ全体的なねメッセージとしては、今感性が非常に柔らかく揺さぶられて、いろんな可能性っていうものを生み出せる土壌が肥やされてる時だから、絶対にこうって決めなくても大丈夫だよっていうメッセージだなと思ったんです。まだまだ出てきます、ここからチャンス、まだまだはい、ちょっと待っててください。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係はカップの5、ワンドの4、そして忍者ですね。
人間関係に関しては非常に昔から理解してくれてる人とか仲良くしている方とはこれからもずっと仲良くできるし、そうなっていくであろう関係性もあると思います。非常に穏やかで豊かな関係性で、もう一つはやっぱり自分の感情を100% 理解してくれるわけじゃないんだという、特に家族とか家族のように親しい人に対しての期待が強いのかなって感じがします。で 100% 理解するってなかなか難しいですよね。自分のこともわからないのに他者のこともわからないっていうのもあって、なのでなんだかですけど、その水上さんの中でどうせ分かってもらえないんだっていう意識から接している人がいるのかなって感じがしたんです。でそれがダメなわけでもないんですけど、どちらかというとなんていうか、私がこれ感じてるだけですけど、例えば家族とか家族のように親しい人っていうのは本当は水亀座さんを理解したいし応援したいんだけど、水亀座さんに背を向けられてるような気がして素直に言えないみたいな、そんな感覚がありますので、別に一時的に距離を置いたっていいと思いますし、背を向けたかったら向けてもいいと思うんですけど、今全体のメッセージとして言われているのは、水亀座さんの感性を柔らかく本当ふかふかのベッドみたいな、そういう土壌にしてくださいっていう感じのメッセージが一番強いので、そこからありとあらゆるものを生み出していけるわけじゃないですか。なので人との関係においても、もうこうだからこの人はこうだからっていう決めつけではなく、そういう時もあるよねって、自分もそういう時もあるしねっていう柔らかい感じで言ってください。答えをすぐに出すとか、この人は分かってくれないっていうよりも、今はちょっと意見が合わないだけかもねぐらいの感じでいくといいのかなと思いました。可能性をねまだ決めない、はっきりと決めてしまう時ではないっていう感じがしたんです。仕事もだし人間関係も、そんな感じです。いかがでしょうか。何かヒントになりましたでしょうか。4月ってね、やっぱり人間関係とか一般的にもやっぱり揺れる時だから、ちょっとまたそれは別で取ろうかなとは思っています。ちょっと最後にもう一枚オラクルカード引いてみますね。水上座さんの4月前半はこれいかがでしょう。どんなメッセージを感じますか。この絵柄を見て皆さんもご自身の直感で受け取ってくださいね。今本当に大事なことがあるっていう感じがします。目の前のことに、一生懸命なるのも乗るの、それももちろん大事なことだし素晴らしいことですけれど、自分が感じること、惹かれるものっていうものがあるのかなって感じがしましたね。ということでここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ素敵な時間をお過ごしください。失礼します。